こんにちは、横山です。今回はかかり釣り用のリールについて紹介します。かかり釣りでは一般に2種類のタイプのリールが使われます。両軸とそれから片軸リールですね。竿にセットした時の向きで上向き、それから下向きという呼び方もします。ちなみにですね、スピニングとか1対1の対向リールはこれは不向きですね。かかり釣りってキャスティングとかリーディングしませんし、それから、魚巻き上げるときはポンピングというやり方で竿で引っ張った分巻き取るだけですんでね、リールって何でもいいような気もするんですけども、魚をかけるまでにですね、結構細かく糸の出し入れをするんですよね。で、そのあたりがこの釣りにおけるリールの一番の仕事になるかなと思うんですけども、これがスピニングではやりにくいんですね。それから1対1のリールはですね、水深の浅い釣り場なら使えると思いますけども、これが15メートルとかなってきますとね、魚取れたとしても疲れますし、時間かかるんですね。ですから片軸か両軸かどっち選ぶにしても、この専用のリールを使うことをお勧めします。で、結論から言いますと、おすすめのリールはこれです。シマノの正波高 SPRC83。詳しいことは別で紹介ビデオを作ってありますので、そちらをご覧ください。で、もう一つおすすめできるのがこれです。シマノの両軸チヌマチック。これが1番、こっちが2番ですね。片軸と両軸ですから特性も違うんですけども、一番の差はコストです。実勢価格で SPRC83 が34,000円ぐらいで、チヌマチックが8,000円ぐらいですね。で、このチヌマチックはハンドル取り替えてるんでもうちょっとかかってるんですけどね。リールはですね、竿と違ってどれを使っても釣果自体はそんなに変わらないと思います。実際私はずっとこのチヌマチック使ってましたけども、4年ぐらい前ですかね、このリミテッド RC に持ち替えまして、でその前後でですね、釣果が変わったかって言ったら実はあんまり変わらないんですね。で竿と比べるとリールっていうのはできるかって言ったらどんなんでもできるとは思います。じゃあ何でも一緒なのっていうと一緒ではないんですね。快適性、効率、釣りやすさが全然変わってくるということです。これとこれ比較してみますとですね、チヌマチックのいいところは力が入りやすい点です。サミングも文字通り親指でできますしね。で、握った時のこの手首の向きが自然ですから力入れやすいです。大きな魚と力比べするんであれば断然こっちが楽ですね。これ片軸ですとどうしてもこの手首にひねりが入りますんでね。だからちょっと使う筋肉変わってくるんですよね。で無理してやってここ筋を痛めたという話も結構聞くんで、私は片軸を使う時もなるべく両軸に寄せた握り方で使うようにしてます。で対してですね、この SPRC83 のいいところというのはライントラブルが起きにくい点です。両軸リールはですね、構造上スプールが密閉されてますんでね、どうしてもバックラッシュを起こしやすいです。それからスプールの径も小さいんで糸癖もつきやすいですね。で対して片軸はですね、スプールが開放されてますんで、糸が余ってきても外にパラパラとほどけていくだけで済むことが多いんですね。この点はスピニングと同じです。でそれからこの RC シリーズはハンドル1回転につき巻き上げる糸の量が多いです。品番にも歌ってありますように、これ1回回すと83センチ巻き上げてくれるんですね。これがチヌマチックですと45センチぐらいです。ですからリールを使って仕掛けを回収するのも楽ですし、魚をかけた時もですね、チヌマチックだとだいぶ忙しくなります。ポンピングで竿を下ろす間にですね、回さなきゃいけないこの回転数が倍近く回さないといけなくなりますんでね。慣れてくると早く回すのがかっこいいんですけどね。どっちもですね、慣れれば互角にやれます。ただ両方とも使い込んだ上で私が使いやすいと思うのはもう断然 SPRC ですね。私愛着があるのはチヌマチックなんですよ。初めてのチヌも初めての年のもこれで釣りましたんでね。ただいいリールだっていう印象が強かったですけど、今改めて使ってみるとやっぱり全然使いづらいんですね。これもいいリールだけどもこっちはもっといいということだと思います。人間一回楽を覚えてしまうともうどうしても元には戻れないっていうぐらいにはトータルの使いやすさで差があると思います。私にとってですね、かかり釣りのいいリールというのは快適に楽に釣りができるリールですね。それからトラブルの少ないリール。幸い私自身はですね、経験ないんですけども、隣の人がやり取りの最中に部品が外れたとかハンドルが回らなくなったとか言ってるのは何度か見たことがあります。
手返しに支障が出ますとね、当然釣果にも影響が出てくると思いますんで、とにかくトラブルのない安心して使えるリールを選んでください。あと最後にですね、リールは精密機器です。竿と違って使ううちに傷んできますし、乱暴に扱うと故障もします。で、特にですね、この肩軸リール、これは負担が一箇所に集中してかかる構造なんですね。だから壊れやすいと戻った方がいいと思います。魚と引っ張り合いする分には何の心配もいらんと思いますけども、かかり釣りで一番やばいのは根がかりした時ですね。竿でこうやってるうちはいいですけど、竿の弾力を殺した状態でこんなことしますとね、この1本しかないこの軸のところ、もしくはこのリールの足に負担が集中しますんでね、長持ちさせるためにもですね、リール、特に肩軸リールは丁寧に扱うといいかなというふうに思います。以上、リールについて紹介しました。次回は仕掛けについて紹介します。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。